どうも、EB です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は20回目の焙煎の様子をお届けしようと思います。結構ですね、こちらの電動焙煎機も、使用感が出てきたんじゃないかなと思っております。前回の10回目の動画から9回、この電動焙煎機で焙煎してきた中での変化と改良したことをお話ししようと思います。で、この9回の中ではですね、木豆の量を多くして焙煎ができるかのテストを行ってきました。量で言うと、これまでの最高の 500g を超えて 600g と 700g を試したというぐらいになります。で、大きなですね、失敗もなく焙煎ができたかなと思っております。これまでずっとですね、アウベルクラフトで 250g で焙煎をしてきましたけれども、600g とか 700g で焙煎できるようになると、かなり焙煎の頻度としては減ってきております。なので、ここ最近はですね、焙煎の頻度が少なくなりましたので、時間の有効活用はできていると思っております。とはいえ、この2月、3月、4月はですね、いろいろなことがありましてバタバタしております。動画の更新頻度が下がってしまっておりましたので、また挽回していけたらなと思っております。では、この20回目にかけて改良した点を説明していきたいと思います。細かいことも含めて5つあります。まず1つ目がですね、木豆の投入方法です。前回ですね、第10回目の時にですね、課題であった投入方法については、今はこちらのステンレス製の 1.5 リットルの耐熱カップを購入しました。こちらはですね、買って大正解だったと思います。熱によって溶けるとか割れるという心配がなくなり、扱いがかなり楽になりました。ただ、見ていただいている方がですね、思っているより結構しっかりとですね、しておりますので、重たいという点で、取り回しが良くないということになりますが、1回で、今扱っている木豆の量であればですね、1回の投入で済みますし、この筒ですね、結構慣れて、使いやすくなってきているかなと思っております。で、このステンレスカップもサイズがいろいろとありまして、最大で2リットルまで、大きさがあったんですが、今のところですね、1.5 リットルでちょうど良いかなと思っております。で、2つ目はですね、コーヒー豆クーラーの上に、このステンレス板を、置くということにしました。600g や 700g はさすがにこのコーヒー豆クーラーにはですね、一度には入らず、2箇所に分けることになりましたので、冷却にですね、差が出てしまうという状態でした。あと 500g ぐらいまでは一応入るんですけれども、かき混ぜないと冷却が遅くなって焙煎が進んでしまうということになりますので、かき混ぜるのは必須だと思います。で、このステンレスのですね、板があるとですね、しっかり混ぜることができまして、こぼれるということもありませんので、効果はあると思っております。ただ現状ではですね、ちょっと高さが高すぎるということで、混ぜにくいということになっておりますので、今後ですね、これの半分か3分の2ぐらいにですね、カットしてみるのも検討中ということになります。3つ目はですね、下に引いているこちらのアルミのシートというところになります。これもですね、ホームセンターで購入してみたんですが、こういうものですね。コンロマットというものですかね。こういうものを買ってみたんですけれども、私の家のコンロにはですね、ちょっとフィットしませんので微妙となっております。何度も使ってみてはいるんですが、チャフの掃除が楽になるかと思ったんですが、あんまり変わらないのと、段差がですね、できてしまっておりまして、このですね、囲いの部分の、置くときにですね、やや干渉してしまうということになっております。ご自宅のコンロのですね、型式と合うという場合はもう少し良いかもしれませんので、家庭のコンロで焙煎されている方は探してみるといいかもしれません。4つ目が火力の調整です。今まではアウベルクラフトの時からできるだけ火力は意図的に操作せずに他の要素で調整して安定焙煎を目指しておりました。で、この電動焙煎機でも同じやり方でできるだけ火力は触らずにいたかったんですが、10回目以降のですね、いろいろな実験で1ハゼ後に秒数はですね、まだ定まっていないんですが、例えば1分後とか90秒後とか、そういった時間をですね、ちょっと設けた後に火力を弱めるということを最近はしております。
そうすることで何が良いかというと、火力が弱まりますと、焙煎時間は伸びるんですけれども、その分2ハゼあたりで時間的、そして気持ち的にもゆとりが生まれるという効果があります。焙煎にとって後半火力を弱めるというのが正解かどうかは分からずにやっておりますが、今のところですね、個人的な感覚としては、良いような気がしております。時間的にゆとりがあるということで、ムラ焼けも起きにくく感じていますし、火力を弱めるのも後半だけということにしておりますし、焙煎度も調整がやりやすいと感じております。アウベルクラフトに比べるとですね、この電動焙煎機というのは、このステンレスのドラムのですね、囲いがありますし、さらに、豆がですね、回転することによってこの音が、鳴ります。で、さらにその周りにですね、この囲いというのも行っておりますので、ハゼ音がですね、より聞き取りにくいと感じております。なので、色だけでですね、判断はできないですけれども、最後の方はですね、こちらの窓からですね、見えるですね、色も最近は頼りにしております。見やすい窓では全然ないんですけれども、一応ですね、確認はギリできるかなという感じになります。で、最後5つ目ですけれども、回転スピードを変えました。で、最近は量が多めにしていることもありまして、回転スピードをだんだんと上げていっております。10回目より前はですね、回転スピードが3とか 3.5 とかにしていたんですけれども、その後4にしたり、最近は回転スピードを5にしております。回転スピードと言ってるのはこちらのコントローラーのところのですね、このメモリですね、数字はないんですけれども、もともとはこの3あたりにしていたところをもう少し回してですね、この4とか5というところに調整をしていますよということになります。で、これはですね、回転が速くなるとその分ドラムの中で木豆がより攪拌されてまんべんなく熱が伝わりやすいと考えております。その分ですね、焙煎時間とのトレードオフという関係はありますが、この囲いもありまして、輻射熱もですね、蓄えやすい環境になりましたので、最近はですね、調子が良い印象です。とはいえ、毎回ですね、流動的になりますので、どうなるかはまた今後ですね、わかりません。ではこれから焙煎していきますが、今回はですね、多めの焙煎を見ていただこうと思いますので、今回は 650g 用意しました。で、こちらでですね、焙煎してみようと思います。焙煎の風景はですね、いつも通りポイントとなるところに飛びながらにしたいと思います。650g でこれぐらいですね。まだ少し余裕があるかと思います。はい、そろそろですね、240度を超えてきましたので、投入していきたいと思います。で、木豆の量が多いとですね、やっぱり中点がすごく下がりますね。すごく入れやすいですね。今88度まで下がりましたね。
はい、先ほど焙煎が終わりました。今回のですね、主なポイントとしましては、まずは生豆の投入方法ですね。こちらのカップを使うことによってよりスムーズに、投入ができて改善ができていたかなと思っております。あと、焙煎時間についてなんですけれども、650g でですね、今回は全体で17分14秒でした。で、今回はですね、1ハゼの後60秒経った時点で、火力をですね、4から 2.5 に減らしまして、あとは前の囲いですね、それを取っ払うということをしました。で、少しだけですね、全体の焙煎時間は長くなりましたけれども、ゆとりを持って焙煎できたと思っております。で、あとですね、コーヒー豆クーラーについてですね、こちら、このステンレスの板をですね、丸めたものをかぶせていたんですけれども、これはかなりうまくいったんじゃないかなと思います。ただ、やっぱり高さがですね、結構ありすぎますので、今後ですね、工夫していきたいと思います。で、あとですね、チャフなんですけれども、アウベルクラフトの時はですね、網で焙煎しておりましたので、結構チャフが出ていたんですけれども、こちらの電動焙煎機についてはチャフ、落ちるんですけれども、落ち方が少なくてですね、結構この中で、溜まっているという状態が続きますので、コーヒー豆クーラーに移した後ですね、なんとかチャフを捨てていたと思うんですけれども、こちら側にですね、結構チャフが溜まるという傾向があります。なので、まめにですね、吸引力が下がってしまいますので、チャフを捨てるという操作が必要になると思います。あと、回転ですね。これまでの経験を踏まえて回転速度を上げてですね、ムラになりにくい対策はできているのかなと思います。今日のですね、こちらが焙煎になるんですが、そんなに極端なムラっていうのは出ていないかなと思います。私の目で見る限りは普通通り、焙煎はできているのかなと思います。ただちょっと全体的には浅いかなとは、私個人的には思っております。もう少しですね、焙煎をしたかったんですけれども、今回はこれはこれでいいかなと思っております。結構2ハゼのところでですね、ずっと音が鳴り続けてるみたいな状態が続いていましたので、やっぱり判断がちょっと難しかったかなと今日も思いました。はい、いかがだったでしょうか。今回は電動焙煎機を使って20回目の焙煎の様子をお届けしました。5つほどですね、改善改良した内容をご覧いただけたかと思います。で、これだけですね、一度に大量の焙煎ができるとなりますと、焙煎の頻度は本当に減ってきます。また、焙煎後のですね、豆が、これで 540g ぐらいですね、ありますので、時と場合にもよるんですけれども、2週間前後は、持ちますので、
よりエイジングを楽しんだ飲み方ができるようになってきております。以前のですね、250g での焙煎というのは、焙煎後の重量がですね、だいたい 200g 前後にしかですね、残りませんので、エスプレッソ1回の抽出に私は 18g 使っていますと、エイジングを楽しむ間もなくですね、消費してしまっておりましたが、一度にたくさん焼けるとですね、楽しみ方のバリエーションも作りやすくなるかなと思います。またこれからもですね、実験と実践を繰り返しながら、進展があるタイミングで状況を共有できたらと思います。このチャンネルではエスプレッソを中心にコーヒーに関する内容をアップしています。コーヒーツールのレビューや検証、自宅での焙煎動画もアップしておりますので、コーヒー好きの方は高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。